日本人たちは日本がどれだけ良い国なのか分かっていません。日本に9年住んで33カ国ぐらい回って怖くなったんですよ。日本人って自国の強さに気づいてなさすぎないって。例えば日本人はバスが30分遅れると最悪って言いますよね。でも海外のある国では今日はバスが来ただけでラッキーなんです。今日はそんな海外を見たからこそ分かった日本の異常さ7個紹介します。インフラ、街、治安、社会、外食、地方、接客です。一つ目、止まらないインフラです。日本人って電車が10分遅れると最悪って言いますよね。でも海外行くと、まず電車が10分で来るだけで拍手レベルなところもあります。僕、モロッコという国で電車、列車乗ろうとしたら、駅で立ったまま30分間待ちました。ネパールでは急に電気が死んで寒いのにヒーターもつけられませんでした。でも日本は1分遅れただけで申し訳ございませんっていうアナウンスありますよね。地震が来ても何かが止まっても元に戻るのが早すぎるんですよ。コンビニは数時間後に復活していて、水道、電気、物流、宅配、全部が止まっても、数時間後には普通に動く前提っていうのが日本社会があると思うんですね。日本における普通の日常そのものが難しい国、かなり多いです。2番目、静かすぎる街です。渋谷って世界でもトップ級に人が多い駅なんですよ。でも床ベタベタじゃない。大体の場所ではゴミ臭くない。深夜クラクション地獄にならない。これ海外だと結構レアなんだと思うんですね。僕は昔思いました。なんで日本ゴミ箱少ないのに綺麗なのって。海外は清掃員が掃除して成立している国が多いです。でも日本はそもそも人が汚さない。電車で電話しない。自転車並べる。壁に落書き少ない。コンビニ前で、大体は大騒ぎしない。つまり日本ってこの空気感で回ってる部分があると思うんです。静かなだけで脳みそ疲れが減ると思うんですね。新宿なのに耳が痛くない。東京なのに夜歩いても怖くないんだと思うんです。3番目は世界トップ級の治安です。この信頼感が一番見えるとこだと思うんですね。海外の一部の地域では、まず最初に教わるのがスマホ隠してです。夜の道では AirPods 禁止とか、川で赤取りしていて、自分の携帯置いとくと盗まれる。Uber 待ってる間に財布取られる。女性の一人歩き NG とか、そういう国あるんです。実際僕、イタリアとパリ、そして南米いた時にはそうでした。でも日本、小学生が一人で登校しています。終電後にコンビニ来ます。財布落としても戻ります。日本で治安が一番悪いと呼ばれる歌舞伎町でさえ、これ外国人から見たら可愛いレベルなんだと思うんですね。実は海外ってこのような安全をお金で買ってる場合すらあります。防犯カメラ、警備員、運転手、保険、タクシー、つまり安全というものに自分のお金で払わないといけないんだと思うんですね。一方、日本は安全が最初から社会に組み込まれてるんだと思います。だから日本人気づいてないのを見るとびっくりするんですよ。ぼーっとして歩けるって実は高級サービスなんだと思うんです。4つ目、普通に生きられる社会なんです。例えばですよ、アメリカでは年収が高くても、例えば病院内で1回大きな音を引っ張ってしまうと、そこで診療費で人生終わることもあります。ところで日本、爆発的な大金持ちもちろんいると思うんですが、普通の生活も強いんだと思うんですね。例えば、バイトだけしていても、清潔な部屋に住める。地方で働いても、家買って車買って子育てできる。病気になっても国民は保険がある。つまり何か失敗したりだったりとか、人生で、上とか言われるところに行けなかったからとして、その人生自体が苦しいことになる、大変なことになるかって言われたら、そこまでではないと思うんですね。中流層が厚い、社会が安定するんだと思うんですね。海外ではいわば、その国でこの成功者と言ってるものと、敗北者と言ってるもの、その国でね、と、差分が多くて、苦労してる国もあると思うんですね。だから、どこにいようが、どんな仕事をしようが、自分がそこに目線を合わせられたら、安心して普通に暮らせると思ってるんですよね。自分自身が満足できるかどうかの話であって、海外を見ると全然安心できる生活を送ってると思うんです。
で、5番目は外食です。普通の安心が一番わかりやすいのが外食だと思います。僕、日本来て最初にビビったのが、松屋とサイゼリヤでした。この値段でこの経験なのってことです。深夜2時でも牛丼食べられる。しかも早い、清潔、食品衛生が、大体は良い。水も無料。チェーン店だから味も安定。親切な接客。地方行っても品質は同じ。これ以上なんだと思うんです。だから外国人は日本に来ると安心できるんだと思うんですね。どこに地域にいようか、どれぐらいの値段のものを食べようか、大体安心して食べられる味、接客、清潔さがあると思うんですよ。もちろん日本も外れのお店はあると思うんですよ。僕も引っかかったことあるんですよ。歌舞伎町とか上野とかで何回か。でも、その全体の経験を見て、その中での割合で見ると少数なんだと思うんですね。海外でよく考えてみると、こういった形態に似ている国は、どれぐらいあるのかって話です。大体はね、値段が高いか、衛生が怪しいか、接客に期待ができないのか、だったりとか、どちらかの不便は抱えてるんじゃないかなというふうに思います。この食事でストレス少ない社会って、幸福度かなり上がると思うんですね。で、6番目は、地方が生きてるって話です。日本って東京だけじゃないですよね。もちろん最近地方が苦しい、大変だって話は聞くんですけれども、北海道の田舎でもコンビニありますし、病院ありますし、Amazon 届くと思いますし、水道水飲めますよね。宅急便も早いですよね。海外だと、首都だけで極端的に発展している国って多いと思うんですよ。地方に行くと道路ボロボロしてたりとか、物流が数日遅れたりとか、お医者さんが足りていないだったりとか、こういう文明レベルごと変わることもあると思うんです。で、日本、地方の駅前でもちゃんとしてるじゃないですか。僕は経験で言うと多分30から40、35件近く旅行したことあるんですけれども、この人口で、このインフラなのって驚くんですね。赤字路線すら維持してる場所ありますし、高速道路は、地方の、高知とか鹿児島とか青森まで行っても広くて綺麗。だから日本、この地方旅行行くってなったら快適じゃないですか。数時間ドライブしても、なんか急に危険事態が来たみたいなのがないと思うんですよね。で最後、7個目。接客が個人技ではなくて国家システムであるということです。これは平均値の高さなんだと思うんですよ。日本のバイト、敬語使います。時間守ります。袋詰めきれいにします。謝ります。外国人がそれを見ると、なんでアルバイトでここまでやるのって驚くかもしれません。海外だと同じチェーンでも差が激しいんだと思います。店員がスマホ触るとか、注文を忘れるとか、商品無言で置くとか、結構あると思うんですね。この店ごとにとか、その店でも人ごとにばらつきがあるということです。でも、日本、この最低ラインの平均値が高いんだと思います。これは、おもてなし文化、迷惑をかけない文化、マニュアル文化が全国に浸透してるんだと思います。だから、東京であれ、北海道であれ、沖縄であれ、ある程度同じ経験になると思うんですね。結局、日本のこういった強さって一部の天才が作ってるものではなくて、みんなが一生懸命働くことなんだと思います。最後に大事な話をします。もちろんね、今日日本の話したんですが、世界どこにも完璧な国はないと個人的には思っています。日本も最近いろんな社会問題あるじゃないですか。物価の不安とか少子化だったりとか、仕事で苦しむ方もおられると思います。学校や人間関係で心が壊れそうになる人だっていると思うんですよ。日本人でも日本が合わなくてしんどい人もいると思うんですよ。でも、それでも、もし今あなたが明日も普通に会社に行ける、夜にコンビニへ行ける、安心して眠れる、蛇口をひねれば飲める水が出る、そんな毎日を送れているなら、これは世界で見れば当たり前ではないってこともぜひ知ってほしいです。充電を動かす人、夜中に商品を運ぶ人、道路を直す人、コンビニを開ける人、見えない場所で日本という社会を止めない人たちがいます。だからこういった普通に暮らせるって他国では全然普通ではないってこと。その裏には頑張っている日本社会で生きている私たちがいるってことですね。そのありがたさを少しだけ覚えて、また明日を生きていけたらもっともっと強くなれると思います。よかったら他の動画でも一緒に日本の面白さを見ていきましょう。以上、パクンでした。アニョン。